皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は普段とテイストを変えて SF 寄りのゲーム紹介、宇宙艦隊からアーマー美少女格闘シューティング、さらにハイスピードアクションが楽しめる近未来アクションなど5つとなってます。この中で1タイトルは視聴者さんからの要望を踏まえた内容で、もし視聴者さんの中で自分の推しているタイトル紹介してほしいというのがあれば、ぜひ DM くださいませ。ここでちょっとお知らせ。2月19日から2月29日の間で出す動画は諸事情により映像音声のクオリティが低いものとなってしまいます。ご了承くださいませ。また今年はチャンネル登録者1万人を目指して活動しておりますので、残り10ヶ月ですが、ぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず1つ目のタイトルはアクシオム・オブ・マリア。リリース日は2024年2月7日。ジャンルはアクションアドベンチャー。開発はスタジオガンツハイト。プラットフォームは Steam。物語の概要は亡くなった人の記憶をコピーし管理するヒアンと呼ばれる仮想世界を軸に、仮想世界を破壊し亡くなった人々を解放する組織やヒアンを守る AI 集団など、元特殊部隊の主人公 K が介入し問題の解決に当たるといった内容。本タイトルの特徴はシンプルな操作でハイスピードで楽しめる爽快感のあるアクションとなってます。主な操作は基本攻撃、回避、防御、スキルとなっていて、防御はオート、さらに回避行動は残像を残し敵の注意を向けることができるため、簡単な操作で激しい銃弾を回避しつつスタイリッシュなアクションが楽しめる作品。育成面においてはスキルの獲得がメインとなっていて、フィールド上に隠されているスキルプログラムを使ってセットさせることで各種スキルを発動できるようになってます。で、ここがポイントで、スキルセットはパズル形式で、スキルプログラムはテトリスのような様々な形をしていて、決められた枠内に収めていき、収まりきらない場合は枠を拡張しスキルプログラムをセットしていく流れ。一度拡張すると元に戻せないので、各スキルプログラムをどう組み合わせると枠に収まるのか考えながら拡張する必要が出てきます。これが結構ややこしいけど、しっかり隙間なく取得しているスキルがセットできた時の達成感はやばい。些細なことなんですけど、俺天才じゃんってなる。スキルを獲得していくことで戦術の幅が広がることはもちろん、組み合わせ次第ではかなりスタイリッシュなアクションが楽しめます。またステージによってはパリのような弾きもできたり、アクション好きも納得できる内容です。さらに FF7 でのバイクアクションを踏襲した内容のステージなどもあり、いろいろ楽しめる要素が備わってます。バイクのデザインが明らに出てくるバイクみたいで SF 感ありますよね。実際にプレイしたんですが、世界観がリアルな街中やバーチャルな雰囲気などすごく凝っていて、バトル面についてはスタイリッシュなアクションが簡単操作で楽しめるので、爽快感がダイレクトに伝わってきます。それを可能にしているのが防御がオートで、回避残像で敵の目をくらますことができるため、無駄な操作が不要でアクションに専念できるという点かと思います。 Steam で現在デモ版も遊べるので、まだプレイしたことがない方はぜひ遊んでみてくださいませ。続いてのタイトルは、広大な宇宙空間で探索や交易、海賊行為、大規模 PVP など幅広いゲームプレイが楽しめる MMORPG イブエコーズの紹介。タイトル名はイブエコーズ。リリース日は2023年8月11日。ジャンルはサンドボックス型 MMORPG。開発は CCP ゲームスと NetEase ゲームスの協業タイトル。プラットフォームは iOS、Android。本タイトルは MMORPG イブオンラインをスマホ向けに踏襲したタイトルで、広大な宇宙空間で様々な惑星をまたいで自由な活動を行えるのが魅力。戦闘や戦争をメインに楽しむもあり、商業貿易で稼ぐもあり、運び屋として活動するもあり、やれることが多岐にわたっているので、遊び方はプレイヤー次第といった感じ。この手のタイトル、人を選ぶし難しいなといった印象があるかもしれないのですが、本タイトルにおいてはガイド機能があるので操作に迷うことはあまりないです。また戦闘に関しては敵をターゲティングしスキルを選ぶリアルタイムバトルとなっていて、結構簡単な操作となってます。がっつり宇宙船を動かすことなく戦闘を眺めながらプレイできるので難しさはないですかね。
育成については宇宙船を乗り換えることで基本性能の向上はもちろん装備スロットの数なども変わってくるので、より性能の高い宇宙船をカスタマイズしていくといった内容。宇宙船は購入することや造船することも可能で、造船するにはキャラクタースキルの取得が必要。キャラクタースキルは軍事、工業、商業の3種類から取得可能で、各分野のスキルを極めることでその分野における専門家になることも可能です。ここまでがざっくり本体との概要なんですが、プレイした感じ、グラフィックがマジで良いですね。これぞザ・ SF って感じで、ハイクオリティな CG で描かれた宇宙空間と宇宙船などの造形物が SF な世界観を演出してくれるので新鮮さがあります。あれこれ探索やミッションなどやることもあり、やめ時を忘れてプレイしちゃいますね。可愛いキャラやかっこいいキャラ、派手な戦闘があるわけではないのですが、黙々とプレイできちゃいます。こういった地味に時間をかけてコツコツ遊ぶことが好きな方は結構ハマれるんじゃないでしょうか。久しぶりに硬派なゲームをプレイしましたね。はい欠点は序盤の情報量が多すぎで、さらに字が小さいのでスマホだと結構きつい。またエミュレーターでのプレイが現在できないみたいなので、その辺が残念ですね。何にしても本タイトルは楽しめる要素が詰まっているので、一度はプレイしても良いかと思います。続いてのタイトルは34 Ever Last。リリース日は2024年予定。ジャンルは超濃縮ループ型アクションアドベンチャー。開発はカナタラボとハイパーリアル。プラットフォームは Steam。本タイトルのコンセプトは、仕事に追われ疲れ果てたかつてのゲーマーたちに送る超濃縮アクションエンターテインメントということで、チュートリアルなしで簡単操作で爽快なアクションが楽しめ、最短10分でクリアでき、周回を重ねプレイする選択次第で世界観の謎が解き明かされていくといった周回プレイが肝となるタイトル。ゲームの概要は 3D アクションゲームではあるものの、脱出ゲームのパズル要素を 3D アクションに落とし込んだ内容で、ある世界で雨を降らせば他の世界では砂漠が森林になったり、ある世界でボスにわざと負けることで他の世界で攻撃が有利になったり、3つの世界の10以上のステージがお互いに影響し合う複雑なパズルをプレイヤーの発見行動といったアクションで30通り以上のクリアルートから真のエンディングにたどり着くのが目的。超ハイスピードで展開される戦闘はかなりアクション性が高く、戦闘における操作性については現状不明ですが楽しめそうな内容ですよね。リリースしたらプレイレビュー出したいと思います。続いてのタイトルはプロジェクトノリニウム。リリース日は未定。ジャンルはサンドボックスアクションアドベンチャー RPG。 長い開発はフラッシュファイアコリドー。プラットフォームは Android、PC。世界観はロボットと少女をテーマにし、惑星の開拓と空中戦が楽しめる内容となっております。開拓部分についてはまだ不明な箇所も多く、現時点では戦闘部分についてがメインで紹介されており、バトルは一見するとありすぎやアイギスに近しい感じがして、駆け引きが楽しめそうな感じがします。惑星開拓要素については資源の豊富な惑星に行って探索し開拓していくといった感じで、開拓場所は一つにとどまらず、採取したい資源によっては複数の惑星の開拓も行うみたいで、開拓要素については奥深さとやり込み要素がふんだんにあるように感じます。いろいろ詰め込んだ感じのタイトルではありますが、美少女を前面に出しアクション要素を組み込んだことで惑星開拓といったニッチな部分も受け入れやすそうな気がします。 CBT も終了し、現時点でタップタップの評価も 9.0 と非常に高く、期待値が高いタイトルということが伺えます。今後情報あれば改めて紹介しようと思います。続いてのタイトルは駆動妖精アイディールレイズ。リリース日は2023年9月16日。ジャンルはハイスピード 3D アクション。開発はリーズオン。プラットフォームは PC。本タイトルは簡単操作でスピード感のある空中戦が楽しめ、さらに無夫婦なシーンが満載な成人向けタイトル。しかしながら戦闘におけるアクション要素はしっかりと作り込まれ、操作要素としては通常攻撃、ダッシュ、ミラージュライン、奥義、ドレインとなっていて、敵との距離に応じて通常攻撃が近接か射撃へ変化。またドレインは近接の際に仕掛けることで相手の体力を吸収できるものの、逆に相手も仕掛けてくるためタイミングが重要。戦闘における注目の要素はミラージュラインと呼ばれる回避要素で、回避アクションを取ることで相手の裏に回り込むことが可能。裏取りからの連携といった流れが本作戦闘における基本要素で、当然難易度が上がるにつれて裏取りがしにくかったりします。また奥義は通常攻撃と同様距離によって攻撃手段に変化があり、つばぜり合い中の奥義は相手を吹っ飛ばす効果があるなど、敵との距離によって戦略の立て方が変わってくるのが大きな特徴。
実際にプレイしたのですが、スピード感のあるバトルで華麗に敵の攻撃をかわし、裏取りからの連撃、さらに追撃の奥義が決まるとかなり気持ちいいですね。また近接からのドレインは相手も狙ってくる可能性があるので、むやみにできないため、うまく連撃の間に挟むなどしっかりと考えながらプレイすることなど、戦闘における駆け引きができるのはプレイしていて楽しい点ですね。無夫婦なシーンについてはぜひデモ版があるので、そちらをプレイしてみてくださいませ。はい、今回は SF ジャンルを中心とした内容となりましたが、いかがでしょうか。どれも楽しめる内容となっておりますので、気になるタイトルあればぜひプレイしてみてくださいませ。ということで、今年はチャンネル登録者1万人目指して活動しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価お願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。